のささやきの朗読や尻尾。これは俺の曽祖父正雄が体験した話です。大正時代の話です。正雄は狩りが趣味だったそうで、暇さえあればよく山狩りに行き、イノシシや野ウサギ、キジなどを取っていたそうです。猟銃の腕も大変名人だったそうで、狩り仲間の間ではちょっとした有名人だったそうです。その日はカラッと晴れた五月晴れで、正雄は猟銃を担いで一人でいつもの山を登っていました。愛犬のタケルも一緒です。山狩りの経験が長い正雄は一人で狩りに行くことが多かったようで、その山には正雄が自分で建てた山小屋があり、取った獲物をそこで料理して酒を飲むのが一番の楽しみでした。その日は早朝から狩りを始めたのですが、獲物は全く取れませんでした。すでに夕方になっており、山の中は薄暗くなってきています。正雄は、あと1時間くらい頑張ってみるか、と思い狩りを続けることにしました。それから30分ほど経った時です。正雄が今日の獲物をほぼ諦めかけていると、突然目の前に立派なイノシシが現れました。子連れです。正雄は狙いを定め、弾を撃とうとしましたが、突然現れた人間にびっくりしたイノシシは急反転して山道を駆け上がっていきました。正雄は一発撃ちましたが外れたようで、愛犬のタケルが真っ先にイノシシを追います。正雄もそれに続き、険しい山道を駆け上りました。15分ほど追跡したでしょうか。とうとう正雄はイノシシの親子を見失ってしまいました。タケルともはぐれてしまって途方に暮れていたとき、遠くでタケルの吠える声が聞こえてきました。その吠える声を頼りに正雄は山道を疾走しました。さらに10分ほど走ったところにタケルはいました。深い茂みに向かって激しく吠えています。そこは左右に巨大な松の木がそびえており、まるで何かの入り口のようにも見えました。正雄はそこをよく知っていました。狩り仲間の家そのもの周辺の土地に住むすべての人々の暗黙のタブー。絶対に入ってはいけない場所。正雄は幼い頃から何度も両親に聞かされていたそうです。あそこは山の神様がおるでな。うかつに入ったら食われてしまうど。しかし、なぜかその禁断の場所からさらに奥へ進むと、獲物が面白いように取れるのだそうです。ただ、掟を破り、そこに侵入した猟師などは、昔から行方不明者が後を絶たないそうです。しかし、タケルがその茂みに向かって果敢に吠えています。あのイノシシの親子が近くにいることは間違いないみたいです。
正雄は誘惑に負け、禁断の地へと足を踏み入れていきました。時刻は午後5時を過ぎており、まだなんとか周りは肉眼で見渡せますが、狩りをするにはもう危険な明るさです。タケルも先ほどから吠えるのをやめていました。さすがにもう諦めるかなと正雄が思っていたとき、再びタケルが突然と吠え出し、駆け出しました。正雄もそれを追い、50メートルほど走ったところで、タケルがうなり声を上げながら腰を落として威嚇の体勢をとっていました。とうとう見つけたかと正雄は思い、前方を見ると、そこは少し開けた広場のようになっていました。そこに黒い影がうずくまって何かを咀嚼するような音が聞こえてきました。凄まじいほどの獣臭があたりに漂っています。正雄は唾を飲み込み、地面に片膝をついて猟銃を構えました。イノシシじゃないな。正雄はそう判断しました。イノシシにしては体が細すぎるし、体毛もそんなには生えていません。狼かと一瞬そう思いましたが、この山の中に狼がいるなんて聞いたことも見たこともありません。よく見ると、それは地面に横たわった先ほどのイノシシの親子を食べていました。獲物を横取りされたように感じた正雄は、それに向かって猟銃の狙いを定め、撃とうとしましたが、引き金にかけた指が動きませんでした。それどころか、体が金縛りにあったかのように動かなかったんです。奥歯だけは恐怖のあまりにガチガチ鳴っています。そして正雄の気配に気づいたのか、それは食事をやめ、ゆっくりと正雄の方に顔を向けました。どう見てもそれは人間の顔だったそうです。しかも2、3歳くらいの赤子の顔。体長は1メートル50センチほどで、豹のような体、薄い体毛。わかりやすく言えば、豹の体に顔だけ人間の赤子といった風貌でした。化け物だ。正雄の恐怖は絶頂に達しました。それはイノシシの血でギトギトになった口を舌で舐め回しながら正雄に近づいてきます。殺される。正雄がそう思った瞬間、タケルがそれに飛びかかりました。タケルはそれの右前足に食らいつき、首を激しく振っています。それは人間の赤子そっくりの鳴き声を上げて、左足でタケルの鼻先をひっかいていました。正雄はしばらく唖然としていましたが、我に返ると体が自由に動くことに気がつきました。すぐさま一発撃ちます。不発です。正雄は猟銃の手入れを欠かさずやっており、今日も猟に出る前に最終確認をしたばかりです。もう一度引き金を引きました。不発です。正雄が手間取っているうちに、それはタケルの首筋に食らいつきました。タケルが悲壮な鳴き声を上げます。正雄は無我夢中で腰につけていた大型の山刀を振りかざし、こちらに背を向けているそれの背中に切りつけました。すると、
それは泣きましたが、まだタケルの首筋に噛みついたままでした。マサオはもう一度山刀を振りかぶり、それの尻尾を切断しました。尻尾を切断されたそれは、と叫び声を上げて、森のさらに奥の茂みの中へと消えていきました。マサオはしばらくの間、呆然と立ち尽くしていましたが、タケルの苦しげな気遣いを聞いて、我に返りました。タケルの首筋には、人間の歯型そっくりの噛み跡がついていました。出血はしていましたが、傷はそれほど深くなく、マサオは消毒薬と布をタケルの首に当て、応急手当てをしてやりました。なんとか自力で歩ける様子でした。もたもたしていると、またあの化け物が襲ってこないとも限りません。マサオはタケルと共に急いで山道を降りました。やがてマサオの山小屋が見えてきました。ここからだとマサオの村まで30分とかかりません。安堵したマサオはさらに足を速めて村へと急ぎました。変だなぁとマサオが思ったのは、山小屋から下って15分ほど経った時です。同じ道をぐるぐると回っているような錯覚を感じました。この山はマサオが幼少の頃から遊び回っている山なので、道に迷うことなんかはまずありえないのでした。言い知れぬ不安を感じたマサオはさらに足を速めました。さらに15分経った時、そんなバカな。目の前にさっきの山小屋がありました。マサオは混乱しましたが、あまりの出来事に気が動転し、道を間違えたのだろうと、そう思ってもう一度いつもの同じ道を降りました。しかし、すぐさまマサオは絶望感に襲われてしまいました。どうしても山小屋に戻ってきてしまうのです。タケルも息が荒く、首に巻いた布からは血がにじんでいます。マサオは気が進みませんでしたが、今日は山小屋に泊まることに決めました。マサオが山小屋の中に入った時は、すでに午後8時を過ぎていました。急に安堵感、疲労感、空腹感がマサオを襲い、マサオは床に大の字になって寝転がりました。そして先ほど遭遇した化け物のことを考えていました。やっぱりあれは山の神さんじゃったんだろうか。そう思うと体の震えが止まらなくなり、マサオは気づけに山小屋に保存してある焼酎を飲み始めました。保存食用のイノシシの燻製もありましたが、あまり喉を通りませんでした。タケルに分けてやると喜んで食いつきます。今日は眠れねえな。そう思ったマサオは猟銃を脇に置き、寝ずの番をすることに決心しました。すると、何かを引っかくような音でマサオは目が覚めました。疲労感や酒も入っていたので、いつの間にか寝てしまっていたようです。時計を見ると午後1時過ぎでした。するとまた、その音は山小屋の屋根から聞こえてきます。タケルも目が覚めたようで、
低くうなり声を上げていました。正雄も無意識のうちに猟銃を手に取っていました。まさかあいつが来たんじゃなかろうか、そう思った正雄ですが、山小屋の外に出て確かめる勇気もなく、猟銃を握りしめて、ただ山小屋の天井を見つめていました。それから10分ほど、天井を爪で引っかくような音が聞こえていましたが、やがてそれらもやみました。正雄にとっては、永遠に続く悪夢のような時間でした。音が止んでも、正雄は天井をずっと睨んだままでしたが、やがて、ボソボソっと人間のつぶやく声のような音が聞こえてきました。正雄は恐怖に震えながらも耳を澄まして聞いていると、急にタケルがすごい勢いで吠え始めました。そして何かが山小屋の屋根の上を走るような音が聞こえ、何か重いものが地面に落ちる音がしました。タケルは今度は山小屋の入り口に向かって吠え続けています。するとまた、ガリガリ、ガリガリ、さっき屋根の上にいた何かが山小屋の入り口の扉を引っかいているようです。タケルは尻尾を丸め、後退しながらも果敢に吠え続けています。誰だと思わず正雄は叫んでしまいました。猟銃を扉に向かって構えます。すると引っかくような音はやみ、今度はその扉の向こう側からはっきりと人間の子供のような声が聞こえてきました。シーポシーポ、あいつだ。正雄は恐怖に震えました。ガチガチとなる奥歯を噛みしめ、何の用だと叫びました。タケルはまだ吠え続けています。シーポシーポ、私の尻尾を返しておくれ。それははっきりと人間の言葉でそう言ったのです。正雄はたまらずに扉に向かって散弾銃を一発撃ちました。すると、奇妙な叫び声が扉の向こうから聞こえ、正雄は続けざまに2発、3発と撃ちました。散弾銃に開けられた扉の穴から真っ赤に血走った目が見えていました。人間の幼児そっくりの声でそれは言いました。シーポシーポ、私の尻尾を返しておくれ。尻尾なんて知らん。帰ってくれ。正雄は続けざまに引き金を引こうとしましたが、体が動きません。シーポシーポ、私の尻尾を返しておくれ。それは壊れたテープレコーダーのように、ただそれだけを繰り返していました。俺は尻尾なんか知らん。あっちに行ってくれ。再びガリガリと扉を引っかきながら、それは扉の穴から怒り狂った赤い目で正雄を見ながら繰り返し言います。タケルも吠えるのをやめて、尻尾を丸めて縮こまっています。私の尻尾を返しておくれ。俺じゃない。お前の尻尾なんて知らねえ。あっちに行け。正雄は固まったままの体で絶叫しました。
するとそれは、切ったんだ。と叫び、扉を破って中に入ってきたのです。正雄の記憶は、それから途切れ途切れになっていました。扉を破って現れた幼児の顔、怒りをむき出しにした血走った目、鋭い前足の爪、自分の顔に受けた焼けるような痛み、それに飛びかかるタケル、無我夢中で散弾銃を撃つ自分。気がついた時には村の病院のベッドの上でした。なんと3日間も昏睡状態だったそうです。正雄の怪我は左頬に獣に引き裂かれたような裂傷、右足の骨折、体のあちこちに見られる擦り傷などのかなりの重傷でした。正雄は村人には熊に襲われたとだけ言いました。しかし、なんとなく正雄に何が起こったかを感づいたようで、次第に正雄は村八部のような扱いを受けていったのです。やがて正雄は東京に引っ越し、そこで結婚し、俺の祖父が生まれました。ちなみにこの話は、正雄が肺がんで亡くなる3日前に、俺の祖父に話して聞かせたそうです。地名は和歌山県のとある山深い山中での出来事だったとだけ言っておきます。ちなみに愛犬のタケルですが、まるで正雄を守るかのように正雄の上に覆いかぶさって亡くなっていたそうです。肉や骨などはほぼ完璧な状態で残っていたそうですが、なぜか内臓だけが一つも残らずきれいになくなっていたそうです。森で響くエンジン音。キャンプ場の夜は驚くほど静かだった。昼間は仲間とバイクを並べて騒がしく過ごしていたのに、火を消すと闇と静寂に飲まれた。俺たちは2人テントに潜り込み、焚き火の残り火が消えていくのをただ聞いていた。森の奥では虫がかすかに鳴いている。それ以外に音はない。そのはずだった。突然、遠くからエンジンの音が響いてきた。誰かがアクセルを吹かす低い音。俺は息を飲んだ。だってここは山奥のキャンプ場。周囲には他の客はおらず、仲間のバイクはすべてすぐ横に止めてある。走っているはずがない。なあ、聞こえたかと、隣で寝ていた仲間も目を開けた。音は確かにこっちへ近づいてきている。林道を登ってくるのではなく、森の奥深くからまっすぐこちらに向かってきているように響いていた。やがてテントの外でその音は止まった。鼓動が耳の奥で響いた。俺は布団の隙間からそっと覗いた。暗闇の向こうに木々の隙間から揺れる白い光が見えた。ヘッドライトのように思えたが、妙にぼやけ霧の中で揺れている。仲間が息を飲む音がした。全員ここにいる。なのに誰のバイクだ？その光はゆっくりと方向を変えて、俺たちのテントを横切り、森の奥へと進んでいった。残されたのは
再び深まる静寂だけだった。だが、俺の耳にはまだあのエンジン音が残響していた。それは消えたのではなく、すぐ近くに潜んでいるように聞こえた。音は遠ざかるはずだった。だが、森の奥へ進むにつれて、かえって鮮明になっていく。誰かがアクセルをひねり、空ぶかししている。テントの中にいても、胸の奥まで振動が届くようだった。おかしいぜ。道は反対側だろと、仲間が小声でつぶやいた。その通りだった。林道はキャンプ場の入り口へと続いている。だが音は道なんかない暗い森の中へ迷いなく突き進んでいた。俺は思わずテントを開けて外に出た。冷たい焼きの中、森の奥で光がちらついている。確かにヘッドライトのような白い光が木々の間を揺れていた。しかしおかしい。その光は地面を照らすことなく浮かぶように漂っている。まるで空中に吊られた提灯のようだった。やがて音は止まった。森は再び静寂に包まれた。だが光だけは残っていたんだ。揺らめきながらも一定の場所にとどまっている。仲間が震える声で言った。おい、誰かが止まってこっちを見てる。その言葉に背筋が凍った。確かに光は俺たちの方角を向いているように見えた。木の隙間からじっとこちらを覗いている。ヘッドライトのような眩しさではなかった。冷たい湿った白い光がただ森に浮かんでいた。そしてふっと消えていった。次の瞬間、テントのすぐ後ろでエンジン音が低くうなりを上げた。振り返った瞬間、心臓が跳ね上がった。テントの背後、ほんの数メートル先で、確かにエンジン音が鳴っていた。しかし、そこには道もなければ、止められるようなスペースもない。木々の間に黒い影が浮かび、かすかな白い光が揺れていた。俺と仲間は息を潜めて音が消えるのを待った。だが音はゆっくりと移動し、森の奥へと遠ざかっていった。追ってみるかと仲間の声は震えていたが、目はそらせないようだった。俺たちはライトを手に取り、恐る恐る足を踏み入れた。森の中は湿気に満ちていて、足元の土はぬかるんでいる。葉を踏む音と遠くのエンジン音が重なり、空気が息苦しかった。やがて木の根元に黒い塊が見えた。近づくと、なんとそれは一台のバイクだった。倒れているわけではない。木にもたれかかるように静かにそこに置かれていた。だが異様だった。ナンバープレートは泥で覆われ、番号は潰れて判別できなかった。ハンドルは錆びており、チェーンは
赤黒く固まっている。それなのに、シートは雨に濡れたばかりのように光っていた。俺は思わず手を伸ばした。ぬめりのある冷たい水が指先にまとわりついた。雨粒ではない。まるで誰かが座っていた跡のように、シート全体が湿っていた。仲間がかすれた声で囁いた。あいつ、今までずっとここにいたんだ。そう言った瞬間、耳元でまたあの低いエンジン音が再び鳴った。だが、目の前のバイクのエンジンは動いていない。音は背後から聞こえてきた。背後から響いたエンジン音に全身が硬直した。振り向くと闇の奥で白い光がつき、木々の隙間からじわじわと滲むように近づいてくる。俺たちは声も出せずに後ずさった。目の前には泥に沈む錆びたバイク、そして背後には確かに走っているバイクの光。光は木々に遮られながらも明らかにこちらを目指していた。ブオンブオンと低くうなる音は生き物の息遣いのように揺れ動いた。仲間が逃げろと叫び、俺は我に返った。俺たちは必死に走った。足元の泥が跳ね、枝が頬を打つ。だが、エンジン音は背後に張り付き、一定の距離を保ったまま追ってくる。振り向けば、木々の間に白い光が揺れている。しかしその光は一本の道ではなく、森全体に広がるように増えていた。まるで何台ものバイクが同時に森を走っているかのようだった。息が切れ、足がもつれた。やっとの思いでキャンプ場へ戻ると、そこは異様な光景に変わっていた。並べていた仲間のバイクたち、そのすべてのヘッドライトが勝手に点灯していたんだ。暗闇の中で一斉に白い光を放ち、俺たちを照らし出している。光るはずはない。エンジンキーは抜いてあるんだ。それなのに、光と振動だけが確かに生きていた。仲間が膝をつき、震える声でつぶやいた。最後尾にずっとついてきてたんだ。その言葉と同時に一斉にエンジン音が轟き、目の前の光が俺たちへ雪なだれのように迫ってきた。それが俺の知っている最後だ。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。今回はキャンプツーリングで起こった怖いお話を朗読させていただきました。もしこの朗読が少しでも怖かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の朗読でお会いしましょう。畳の下の呼吸音。祖父の家に泊まることになったのは久しぶりのことだった。古い日本家屋で建て替えもされずに
何十年もそのまま残されている。瓦屋根の重みがずっしりと響き、板張りの廊下は歩けばギシッとなる。夏の湿気がまとわりつき、どこか空気がよどんでいる気がした。案内されたのは8畳ほどの和室。畳は日に焼けて色あせ、端には黒ずんだシミが浮かんでいる。掛け軸と古いタンスが置かれたきりで、他に目立つものはない。夜になると家の周りは一層の静けさに包まれた。虫の声すら遠のき、耳に残るのは自分の呼吸音だけ。布団に横たわり、天井を見上げていると、ふと妙な違和感が忍び込んできた。と、耳の奥でかすかな音がする。最初は自分の息遣いが響いているんだと思った。だが、聞き分けていくうちに、それが布団の中からではなく、耳元の畳の下から響いていることに気づいた。湿った空気を吸い込むような低い呼吸音。息を止めれば、その音だけが残り、畳越しに床下を這っているように聞こえる。思わず身を起こし、畳に耳を押し当てた。確かに、すぐ下で誰かが眠っているような規則正しい呼吸の気配がある。祖父の家の床下は狭く、人が入れるような空間ではないはずだった。なのに、そこには確かに誰かが存在していた。耳を畳に押し当てていると、呼吸音はますますはっきりした。吸い込むときに湿った音を立て、吐き出すときはどこか苦しげに漏れている。床下に空洞はないはずだ。子供の頃に隠れようとして、すぐに板に突き当たった記憶がある。俺は布団に戻ろうとしたが、音が気になって眠れなかった。しばらくすると、その呼吸が微妙に速くなっていることに気づいた。まるで俺の息遣いに合わせて変化しているように。畳の下にいる何かがこちらに気づいている。そう思った瞬間、背筋がこわばった。気を紛らわせようと電気をつけた。裸電球の明かりが部屋を照らすと、掛け軸やタンスが異様に大きく見えた。だが、不思議なことに呼吸音は消えなかった。むしろ、明るさに浮かび上がるように、畳の下からより濃く響いてきた。やがて、スー、はーという規則的な音に混じって、湿った咳のようなものが挟まるようになった。ゴホッゴホッと、痰を切るような咳。それが畳の板を震わせるほど近くでなった。俺は意を決して床を叩いてみた。しかし返事はなく、ただ呼吸音と咳が繰り返される。俺は気味が悪くなり、祖父のところへ行こうと、襖に手をかけた。その時、呼吸音が唐突に止んだ。耳に残るのは自分の鼓動だけ。襖を開けて一歩踏み出した瞬間、背後からスーッと深く息を吸う音がした。畳がわずかに沈んだ気がした。振り返る勇気はすぐには持てなかった。だが、俺は振り返った。畳は静かに横たわっていた。しかし、そこから伝わる圧迫感は異様に濃く、呼吸音が止んだせいで余計に不気味さが増していた。まるで
畳の下の何かが息を潜めてこちらを伺っているようだった。俺は逃げるべきか迷ったが、好奇心の方が勝ってしまった。俺は押し入れから祖父の工具箱を、俺は押し入れから祖父の工具箱、俺は押し入れから祖父、俺は祖父の工具箱を引っ張り出し、ドライバーを取り出した。畳の縁に刃を差し込み、慎重に持ち上げる。湿った空気がふっと顔に吹きかけられた。生暖かく、まるで誰かの吐息そのものだった。畳を上げてみた。埃が厚く積もり、雲の巣が絡みついている。そのはずなのに、木目が濡れて光っている部分があり、そこだけが不自然に湿っていた。耳を近づけると、そこからかすかな、はぁが漏れた。呼吸はやはり続いている。しかも今度は、俺の動きに合わせて強弱を変えていた。畳を開けた俺に気づいて、わざと聞かせているように思えた。震える手で床板を叩いた。するとすぐ真下から同じようにコンコンと叩き返された。体中に寒気が走る。廊下に人がいるはずないのに、そこには確かに応答があった。やがて咳混じりの声が響いた。寒い。言葉だった。湿った息に混じり、確かに聞き取れる声がそこにあった。寒い。その声が畳の下から漏れた瞬間、全身の血が凍りついた。息を飲んだ俺の耳に、再び湿った呼吸が重なる。はあ、はあ、と次第に荒くなり、床下の木材がきしむほどの振動を伴っていた。俺は恐怖に駆られ、畳を元に戻そうとした。だが、持ち上げた縁を下ろす前に、床板の隙間から黒ずんだ指先がニュッと突き出てきた。細く、異様に長いその指は、爪が割れ、泥のようなものに覆われていた。それが畳の裏にしがみつくように伸び、こちらへ向かって震えていた。喉の奥から悲鳴が漏れた。必死に畳を押し下げたが、指先は隙間から離れず、畳越しにじわじわと押し返してきた。寒い。開けて。今度ははっきりとした声で俺の耳に届いた。慌てて畳の上に全身の体重をかけた。骨が折れるような音がメリッと響き、指は床下へと沈んでいった。その瞬間、呼吸音もピタリと止んだ。あたりは再び静まり返った。裸電球の明かりだけが心細く揺れている。安堵と混乱でしばらくその場から動けなかった。翌朝、祖父に昨日の出来事を打ち明けた。しかし祖父は渋い顔でこう言っただけだった。昔からこの家の畳の下にはあれがいるんだ。冬場は特に息が近くなる。俺は信じられず、昼間にもう一度畳を上げてみた。だが床板の下には狭い土間が広がるだけで、人が入れる空間はなかった。湿り気も指の痕跡も見当たらない。
ただ一つだけ異様なのは、畳の裏に黒い手形がくっきりと残っていたことだ。子供のように小さなその手形は、まだ濡れているように光っていた。戻らなかった稲刈りの人。祖母が亡くなる少し前、病床でか細い声になって俺に語ったことがある。夕暮れの鐘が鳴ったら田には残ってはならん。昔それで一人戻らなくなったんだよ。昭和30年代、山あいの村では秋になると稲刈りでにぎわった。昼のうちは皆で刈り進め、夕方になれば稲塚を挟にかけ、鎌を拭いて片付ける。それが村の決まりのようになっていた。けれどある年、鐘の鳴る直前、祖父の弟分にあたる藤島さんが、あと半世だけ買ってくる。そう言って、夕闇の田に入っていった。年寄りたちが止める声も振り切って。鐘が鳴り、皆が戻る。だが、藤島さんだけは帰ってこなかった。夜、男衆が松明を掲げて探しに出た。田の影はまだらで、風に揺れる稲が黒くうねる。やがて祖父が見つけたのは、挟にかけられたままの鎌だった。そして、泥に残る足跡だった。足跡は、用水路の縁で、ぷつりと途切れていた。覗いても、水は浅く、濁りもない。まるで、何も落ちなかったかのように、静まり返っていた。翌朝、藤島家の土間に濡れた足跡が続いていたという。門から上がり、か地を越えて、かまどの脇を抜け、居間へ。その形は足袋だった。だが、数が合わなかった。門から土間まで2つ。上がりかまちから今までは3つ。誰かが途中で増えたんだよ。祖母はそう言って目を閉じた。だから我が家では今も鐘が鳴る前に田を離れる。理由を問えば祖母の声が今も帰ってくる気がする。日が落ちる前に戻るんだよ、と。藤島さんが消えた翌日、村は朝からざわついていた。役場から役人が来て、警察も呼ばれた。けれども、用水路を何度探しても、遺体は見つからなかった。水は浅く、流れも緩やかだ。溺れるはずがない。なのに、藤島さんは戻らなかった。川にさらわれたんじゃねえ。あれは、声に呼ばれたんだ。そうつぶやいたのは、祖父だった。俺が子供の頃に聞いた、その言葉が耳に残っている。声に呼ばれる。祖母の話では、村の者は昔から知っていたという。日が落ちる頃、田に一人で残っていると、用水路の奥から声がするそうだ。まだ借り残しがあるぞ。もう少し、こっちへ。最初は仲間の呼びかけに聞こえるらしいんだ。だが、振り返っても誰もいない。声だけが風と一緒に稲を渡る。
藤島さんもあの声を聞いたんだろう。欲張って追い狩りをしたその時に。夜になり、藤島家では不思議なことが続いた。いろりの火が勝手に消えたり、誰もいないお座敷から畳を踏む音がしたり、祖母は震える声で言った。用水路の声は人を連れて行くんだよ。欲を出したものを。それからというもの、村では夕暮れになると皆が仕事を辞めて田から離れるようになった。鐘の音は合図であり、同時に境でもあったんだ。鐘が鳴ったら日が沈む前に戻れ。祖母の声が今も耳に残っている。藤島さんが消えてから3日目、村では畑仕事を再開したが、どこかよそよそしい空気が漂っていた。男衆は口を揃えて言った。疲れてよそへ行ったんだろう。町へ出たのかもしれないな。だが祖母は決して首を縦に振らなかった。家には夜な夜な旅の跡が残っていたんだよ。祖母が語るにはこうだ。藤島家の土間には毎晩のように濡れた足跡がついた。門から居間へ続くそれはまるで帰宅するかのように整っていた。だが不思議なことに必ず途中で一歩増える。上がりかまちを越えた先でもう一つの旅の跡が加わるんだ。それは家のもののものではなく、形も歪んで見えたという。藤島の妻は怯えて夜ごと泣き明かした。小さな子供は熱を出し、やがて寝言でこう言った。お父じゃない人が横にいる。祖母の声はそこで途切れた。まるで誰かに口を塞がれるように言葉を飲み込んだんだ。俺は幼いながらも背筋が冷えたのを覚えている。村人の中には夜更けに藤島さんを見た者もいた。傘の下で立ち尽くしていたとか、用水路の縁に腰を下ろしていたとか。だがその顔をはっきり見た者はいなかった。皆同じように語った。濡れた足袋だけが目に残っている。祖母は最後にこう付け加えた。帰ってきたのは藤島さんじゃなかった。一緒に増えた足袋が本当の持ち主だったんだよ。藤島さんの行方がわからぬまま、秋は深まっていった。村では挟にかけられた稲を脱穀し、冬支度に追われる。だが、どこかで誰もが気づいていた。田に影が一つ増えていることに。刈り終えた田んぼに朝霧が降りると、稲株の間に人影が立っていたという。揺れる霧の中、腰をかがめて鎌を振るような仕草を繰り返す。ただ近づけば影はふっと消えた。けれど足跡だけが泥に残り、用水路の方へと伸びていった。藤島の影だ。誰ともなくそうささやいた。祖母はその影を見た時のことを話してくれた。稲を刈るふりをしていたけれど、稲はもうなかった。なのに鎌の音だけがカランカランと響いていた。
夜になると藤島家の納屋からも音がした。刈草を摘む時のようなザクッザクッという音。だが覗いてもそこには乾いた藁しかなかった。村人は口を閉ざした。誰もが声に出さず、ただ目をそらす。藤島の妻と子供は冬を待たずに実家へ戻って行った。やがて藤島家は無人となり、戸口に板が打ち付けられた。けれど不思議なことに、夜の土間にはそれでも濡れた足跡が残り続けたんだ。誰も住んでいないはずの家の中を誰かが歩いていたんだ。祖母は低い声で俺に言った。欲を出して日暮れに残るとね、田に影が立つんだよ。それは人の形をしているけれども、人じゃない。あれは用水路に呼ばれたものだ。鐘の音が境目であることを祖母は繰り返し伝えた。その戒めがなければ、俺もまたあの影を見てしまうだろう。そう思うと、子供の俺でも息苦しくなるほどの重みを感じた。祖母の話はいつも最後に忠告で終わった。お前も忘れるんじゃないよ。鐘が鳴ったら田から離れる。それを破った者は人の影に連れて行かれるんだから。その声は病床のか細さとは違う強さを帯びていた。俺はうなずきながら、けれど心の奥では昔の迷信だ、そう思っていた。だが大人になってからあの出来事を自分の目で見てしまったんだ。夏の帰省で村に戻った時、夕暮れの田んぼを歩いていた。日が落ちかけて鐘の音が遠くの寺から響いた。その瞬間だった。笹の影の奥に人が立っていた。腰を曲げ鎌を振るう仕草をしている。夕闇に溶けて顔は見えない。けれど足元だけがはっきりとしていた。泥に沈む濡れた足袋の跡。その一歩ごとにぬらりと水の音がついてくる。思わず足を止めた俺の耳に声が届いた。まだ借り残しがあるぞ。低くかすれた声。まるで用水路の底から響いてきたようだった。祖母が言っていた言葉が脳裏をよぎる。声に呼ばれたら戻れない。俺は振り返ることもせず、全力でその場を離れた。鐘の音が途切れるまで俺は走り続けた。あの日から俺は決して田んぼのそばに寄らなくなった。夕暮れの鐘を聞くたびに祖母の声が重なる。戻らなかった稲刈りの人は今も田に立っている。影と一緒に借り残しを探しているんだよ。その忠告は祖母が生きていた最後の日まで変わらなかった。そして今も俺の中で生き続けている。だから鐘が鳴れば必ず帰る。たとえ稲が残っていようとも、たとえ仕事が終わっていなくとも、鐘の向こう側に立っているのはもう人ではないのだから。雨の夜の足跡。山奥のキャンプ場に着いたのは夕暮れだった。空は灰色の雲に覆われ、
風に湿った匂いが混じっていた。俺と仲間の二人は急いでテントを張り、焚き火を起こす準備をした。日が沈むと同時に細かい雨が降り出した。木々の枝を叩く水滴の音が重なり、周囲は一層暗さを増していった。焚き火も湿気に負けて、火の勢いは弱々しくなった。やがて俺たちは食事を済ませて、早めにテントへ潜り込んだ。雨音に混じって、時折バイクの金属が冷えてきしむ音が聞こえた。それが妙に耳について眠れなかった。しばらくしてテントの外で水を踏みしめる音がした。ピチャッピチャッと泥を踏む生々しい音。仲間が外に出たのかと思ったが、隣の寝袋には彼の気配がある。誰だと小さくつぶやいた声は雨に紛れた。外を歩く音はすぐ近くで止まったかと思ったが、またゆっくりと動き出した。それはぐるりと俺たちのテントを囲むように音が移動している。心臓が早金を打った。ただの野生動物。俺はそう言い聞かせようとしたが、耳に届くその音は獣の足跡とは違っていた。それは明らかに人の裸足が泥を踏む音だった。外の気配は消えなかった。俺は寝袋の中で耳を澄ませ、必死に呼吸を殺した。雨音に混じり、ピチャッピチャッと泥を踏む音が続いている。仲間も目を覚ましたらしく、小さな声で囁いた。おい、今の聞こえてるか？返事をする間もなく、音はすぐに近くに寄ってきた。テントの布を隔てて、わずか数十センチの外側を何かが歩いている。水滴の匂いと泥の臭気が布越しに漂ってくる気がした。俺は我慢できず、意を決して外に出た。冷たい雨が一気に体を濡らした。ヘッドライトをつけ、足元を照らした。そこには確かに足跡があった。裸足の跡がぐるっとテントを囲むように残っていたんだ。小さな子供のようにも大人のもののようにも見える。ただ一つ確かなのは、雨が降り続いているのに消えるどころか、むしろはっきりと浮かび上がっていることだった。仲間もテントから出てきて言葉を失っていた。誰かいるのかと声を上げても返事はない。その代わりに足跡は少しずつ数を増やしていく。さっきまで一列だった跡がいつの間にか二列、三列と分かれていた。まるでこの場に集まってきているかのように。俺は無意識に後ずさった。視界の端で木の影が揺れたように見えた。しかし風は吹いていない。雨音の合間にピチャッピチャッと新しい足跡が刻まれる音が聞こえた。ライトで足元を照らすと異様なことに気づいた。足跡が
円を描いていた。俺たちのテントを中心に泥の上に刻まれた裸足の跡がぐるっと連なり、途切れることなく輪を作っていた。それは一列だけではなく、二重三重と重なり、まるで円陣を組むかのように広がっていた。誰かが囲んでるぞ。仲間の声は震えていた。俺も喉が渇き、返事ができなかった。雨はまだ降り続いている。普通なら水に流されて消えるはずだった。だが、あとはむしろ濃くなり、泥の上で黒々とした影を刻んでいた。ふと気配を感じて振り返る。木々の間に白い何かが立っているように見えた。目を凝らすと、すぐに影は雨に溶けて消えていった。錯覚か、それとも。耳を澄ますと、ピチャッピチャッと音がまた増えていた。足跡は円の外側にも伸び、次々と新しい輪を描いていく。俺たちの立つ場所は無数の円に取り囲まれていった。その時、妙なことに気づく。跡の向きがすべてテントの内側へと向いていたんだ。外へ歩き去った形跡はなく、ただ内側を覗き込むように向けられていた。雨に打たれながら背筋が冷たくなった。仲間が慌ててテントへ戻ろうとした瞬間、足元で泥が大きく跳ねた。確かに誰かがすぐそばで踏み込んだ音だった。俺たちはテントに飛び込み、ジッパーを閉めた。外は相変わらず雨音に混じって、ピチャッピチャッと泥を踏む音が続いている。呼吸を殺して耳を澄ますと、音は一つや二つではなかった。まるで何十人もの足がテントを取り囲んで歩き回っているようだった。布越しにボソボソっとささやき声のような、そんな気配が伝わった。言葉の意味は全く聞き取れなかった。ただ水滴が布を叩く音とは明らかに違った。湿った声だった。朝まで待つしかないよ、と仲間のかすれた声が震えていた。俺はうなずくことしかできなかった。やがて疲労と恐怖の中で意識が薄れて、気がつけば夜が明けていた。雨は止み、静かな鳥の声が森に響いている。恐る恐る外へ出ると息が詰まった。地面一面が裸足の足跡で埋め尽くされていたんだ。キャンプ場全体、見渡す限りの土の上に大小様々な足跡が幾重にも重なり、濃い影のように黒ずんでいた。テントの周囲だけではなく、バイクの横にも焚き火跡の周りにも、どの跡も雨で消えていない。むしろ夜の間に刻まれたばかりのようにくっきりと残っていた。仲間が震える声で言った。これ、全部俺たちを見てたんじゃないか？俺は返す言葉がなかった。
俺はふと自分たちの足跡を探した。だがそこには俺たち二人分の靴の跡は一つも残っていなかった。